皆さん、こんにちは。機関理工学部応用数理学科の早水桃子です。今日は離散数学入門の第3回の授業ですね。今日は熱機儀と幅優先探索アルゴリズムというのがテーマです。幅優先探索と深さ優先探索っていうこの2つはですね、いろいろなグラフアルゴリズムを理解する基礎になっているとともに、一見するとグラフとはあんまり関係がなさそうな、迷路とかゲームの開放なんかにも使われていて、とても応用範囲が広いものです。今日はまずはその2つあるうちの1つ目、幅優先探索の方を解説します。前回の授業までは、木といえば辺に向きのない木のことをもっぱら考えてきました。実際前回の授業で解説したクラスカルのアルゴリズムで求められる最小全域機も、辺に重みはあるけれども、向きはついていない木でしたよね。一方で今回扱うのは熱機器と言われる辺に向きのある木です。熱機器というのは木のそれぞれの辺に向きを定めてあって、有効グラフにしたものなんですけれども、でたらめに向きを決めるわけではなくて、根と呼ばれる入り次数が0の頂点がちょうど一つだけ存在して、その他の頂点は全部入り次数が1になるように辺の向きを定めたものです。この図だと、なんでこの赤の頂点が根と呼ばれるのか、ちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、こんな風にグラフを書き直すと、入り次数0の頂点というのは、すべての大元というか、ルーツというか、枝の始まりになっているものとみなせるわけなので、入り次数0の頂点のことを、その熱機儀の根とかルートと呼ぶわけです。普通の日常生活で見かける木っていうのは、根っこが地面にあって葉っぱが頭上にあるわけですけれども、どういうわけか数学やコンピューターサイエンスの分野では、根っこが上で葉っぱが下に来るように熱機儀を書くのが慣例になっています。で、この木はですね、実はこの場合は頂点集合が根と葉だけで構成されているちょっと特殊な木でして、一般には熱機儀っていうのはこんな風に根っこと葉っぱ以外の頂点を用います。用語を整理すると、入り次数0の頂点をルートと言って、で、出次数が0、つまりこの行き止まりのところ、末端の頂点をリーフ、葉っぱと言って、で、葉っぱではない、リーフではない頂点、すべての頂点のことを内点と呼びます。注意してほしいのは、この場合、根はリーフではありませんので、この赤い頂点は根っこであって内点でもあるということになります。熱機器の重要な性質として、ルートから各頂点に対しては、ちょうど1本の有効パスが存在するというものがあります。そのため、ここではアークの向きを矢印で図示しているんですけれども、熱機器においては、どの頂点がルートなのかさえ定まって指定されていれば、どのアークも必ずそのルートから遠ざかる方向に向かっているはずなので、実はわざわざ矢印の向きを図に書き込む必要はないんですね。だから、熱機器は当然有効グラフなんだけれども、アークは上から下に向かっているよという暗黙の了解のもとに、矢印の向きを省略して矢印ではない普通の線で書くこともよくあります。比較のために述べておきますと、向きのない木については、木の任意の二頂点に対して、それらを結ぶパスがちょうど1本存在するというとても重要な性質があります。ここではこの水色の2つの頂点を結ぶパスがただ1つ存在しています。もちろん任意の2頂点に対してですので、例えばこの赤色の2頂点に対しても、それらを結ぶパスがちょうど1本だけ存在しているということになります。一方、熱機器の方の場合は、この今赤や水色のこのようなパスと異なり、パスに含まれる辺の向きが全部揃った向きのあるパス、有効パスの話になっているわけですね。ですから、例えばこの頂点に対しては、根からこの頂点に至る有効パスがただ一つ存在する。で、リーフに限らず、例えばこの頂点、この内点に対しても同様に、根からの有効パスがただ一つ存在します。さて、向きのある木ならではの用語がいくつかあります。月木の中にアークで結ばれている頂点があったとしたら、どちらの頂点が上流か下流かという、上下関係ができますよね。つまり、頂点 U から V に至るアーク UV というのが月木の中に含まれていたら、
U と V のどちらが上でどちらが下かというのが方向によって定まるわけです。この場合、U の方が根っこに近い上側にあって、V の方が根っこから遠ざかる下側にあります。こういうとき、U は V の親である、および V は U の子であるという言い方をします。日常会話に出てくる親という言葉とは違って、別にグラフの頂点の親は必ず2つあるというものではないんですけれども、ともかく隣接している頂点のどちらがアークの根元側の頂点なのかを表すために、グラフ理論では親と子という用語を使います。これに関連して兄弟という概念もあります。こちらは日常会話の兄弟とほぼ同じ意味で、同じ親を持つ者たちをまとめて兄弟と呼んでいます。例えば、この例では V だけではなくって、この V' というこちらの頂点もまた U の子供なわけですね。だから、この V と V' は同じ親 U から生まれた頂点なんです。こういう時、この V と V' は兄弟であるというふうに言います。さらに、先祖とか子孫という言葉もあります。今までは隣接している2つの頂点の親子関係だけを考えていましたが、その上下関係みたいなものをアークでつながっている頂点同士だけではなくて、有効パスでつながっている頂点たちにまで拡張したのが先祖と子孫という概念です。で、例えば、この例ではルートから V に至る有効パスが存在しますので、この太線で書かれた矢印ですね。ですので、V の親から V に行く有効パスもあるし、ルートから V に至る有効パスもありますので、この V の親と V のこのルートを合わせて V の先祖と総称します。一方、V から出る有効パスの下流にある頂点は、V の子たちも含めて全部 V の子孫というふうに呼びます。次に頂点の深さと熱気儀の高さという概念を導入しておきます。先ほど述べたように、熱気儀においてはどの頂点に対しても根っこからその頂点にまで伸びる有効パスがただ一つ存在するわけですから、それぞれの頂点が根っこからいくつ離れたところにあるのかというのを根から伸びる有効パスの長さで測ることができます。その長さのことをその頂点の深さと言います。例えば、この頂点は V は深さ3で、この頂点 V' は深さ4ということになります。それぞれの頂点の深さが視覚的にわかりやすいようにこのグラフを描画し直しますと、このようになります。こう書けば、この深さという言葉がしばしば水準と呼ばれるのも納得できるかと思います。さらに根っこから一番深い頂点までの有効パスの長さのことを、その熱気儀の高さというふうに言います。この場合は深さ4が一番深いですから、深さ0から数えて、この熱気儀の高さは4ということになります。ところでこの図の熱気儀は、どの親からも必ず2つの子供が生まれている木である。常に2つに分岐するような木なんですけれども、もちろん一般にはそういう熱気儀ばかりではないです。どの親もたかだか2つの子を持つような熱気儀のことは2分岐といって、たかだか3つの子を持つ熱気儀は3分岐という具合で、どの内点もたかだか M 個の子を持つような熱気儀のことは M 分岐と呼ばれています。例えばこの左のグラフでは1つしか子供を持っていない頂点というのもあるし、2つの子を持つ頂点もあるし、3つの子供を持つ頂点もあるんですけれども、4つ以上の子供を持つ頂点はありませんので、これは3分岐ということになります。一方で右の例では、どの内点もちょうどぴったり2つの子供を必ず持っています。常にちょうど2つに分岐している。こういうふうに内点のデジ数が常に2で統一されている、揃っている場合は、単なる二分岐ではなくて、正則二分岐と言います。デジ数が常に M である場合はですね、単なる4分岐ではなくて同様に正則 M 分岐というふうに言われます。正則二分岐においては、内点の数は葉っぱの数 -1 であることがよく知られています。証明はとても簡単です。正則二分岐というのは、葉っぱがスポーツか何かのチームを表していて、その中から優勝チームが一つだけ選ばれるような勝ち抜き戦の様子だとみなすことができます。つまり一つの葉っぱが一つ一つのスポーツか何かのチームに対応していて、で、一つ一つの内点がですね、
2つのチームの対戦試合を表すというふうに対応しているということです。で、この図からわかる通り、優勝チームが決まるまでの対戦試合の回数は内点の個数ということになります。で、1回の対戦試合を行うごとに1つのチームが必ず負けて、優勝を逃すわけですから、愛の回数だけ対戦試合が行われたということは、敗北を味わったチームの個数も愛だということになります。一方、このトーナメントに参加しているチームの個数を全部で T だとしますと、優勝チームが決まるっていうことは、優勝チーム以外の T-1 個のチームが全て敗北を味わった時ですよね。ですから、優勝が決まるまでの対戦試合の回数、すなわち内点の個数 i と、優勝が決まるまでに負けるチームの数、すなわち T-1 っていうのは等しいと言えます。これを整則 M 分岐に一般化したものもほぼ同様に示すことができます。整則 M 分岐以上の場合は先ほどのように、2つのチームの対戦試合ではなくて、じゃんけん大会みたいなもの、つまり一度にいくつかの M 個のチームが、この場合3つの3分岐なので M 個のチームが戦って、で M 個の中で勝ち残った1チームだけが先に進めると、そういうものをイメージしてください。あとは先ほどと同じ議論で証明できますので、各自でこの m-1×i イコール t-1 が成り立つことを確かめてください。それでは今日の残りの時間は熱機器に絡めて幅優先探索というものについて解説をします。幅優先探索アルゴリズムというのは、次回学ぶ深さ優先探索と並んで、グラフを探索するための代表的な方法です。そもそもグラフを探索するというのは、与えられたグラフのすべての頂点を訪問するということなんですけれども、グラフのすべての頂点を訪問するとだけ言われても、ちょっと抽象的で、一体何を意味しているのか、何のためにそんなことをするのか、ピンとこないかなと思います。そこで、今回は幅優先探索アルゴリズムをいきなり抽象的に書き下すのではなくて、迷路から脱出する出口を見つけるために、迷路の中を探索するという、具体的な問題を題材として、どういうアルゴリズムなのかを解説していきます。いきなりこんな迷路の話が出たので、迷路とグラフに何の関係があるのかなと思うかもしれませんけれども、実は迷路というのは、グラフで表すことができます。この図を左と右で対比してわかる通り、一個一個のマス目が頂点になっていて、隣り合う隣接するマス目は隣接する頂点ということで、その間に辺があります。辺がないところは隣り合っていなくて、直接行くことができない場所ということになります。で、迷路の中にはスタート地点という特別な与えられた場所があって、で、もちろんスタート地点とは異なるゴールという特別な頂点も迷路のどこかに存在しています。で、私たちは今迷路この全体がどうなっているのかという地図を見てしまっているわけですけれども、もちろん迷路の中に迷い込んでいる人はこの地図を持っていませんから、このまま先に進むと行き止まりになってしまうかっていうのは実際に足を運んでみないとわからないですし、あと、現在地とゴールがどのぐらい近いのかっていうこともゴールしてみないとわからないわけですね。ひょっとしたらものすごく近くにゴールがあるかもしれないけれども、すごく遠いところにあるかもしれないと、そういう状況です。そういうわけで、迷路の中に紛れ込んでしまったら、その中を暗中模索の状態でうろうろと探索するしかないということです。では、どうやって迷路の中を探索しようかという話になります。まずはコンピューターに解かせることを考えるのではなくて、普通に私たち人間が歩き回るときにどう探索するかを考えてみましょう。スタート地点から見ると、右に行くか左に行くかという、選択肢が2つに分岐しますので、シナリオは2つに分かれるわけなんですけれども、ここでは特に理由もなく左側を選んで一歩一歩進むことにします。ご覧のようにですね、迷路の中の一歩一歩の探索というのが、グラフの頂点、隣り合う頂点を訪問していく、そのグラフの探索に対応しているわけです。で、ここでまた右に行くか、左に行くかという、そういった分岐点に立たされたんですけれども、ここでは特に理由もなく、なんとなく直進することにします。そして、そのままずっと直進を続けますと、
ついに最終的にゴールにたどり着きました。数えてみると、この迷路では、迷路から脱出するのに結局18歩かかっているということになります。脱出はできたんですけれども、これは明らかに最短の脱出経路ではありません。実際、もっと少ない歩数でゴールにたどり着くことは可能です。この迷路の場合は、この10歩での脱出経路が最短ということになります。このぐらい小規模で優しい迷路ですと、パッと全体像を見るだけで、これがスタートからゴールまでの最短の道だなということが分かってしまうと思いますけれども、それではどんなに複雑で大規模な迷路でも、必ず最短でゴールに到達するためには、どういう方法で迷路を探索すればいいのかという素朴な疑問が生じるわけです。それに答えてくれるのが、幅優先探索アルゴリズムです。幅優先探索とは何かを一言で言うと、先ほどのように一人の人間がペタペタと歩き回る方法ではなくて、スタート地点から少ない歩数で到達可能な順番にグラフの頂点を網羅的に洗い出していくという方法です。迷路を表すグラフをコンピューターに入力して、迷路から最短で脱出する道を見つけたりするという方法なので、先ほどのようにですね、人間が迷路の中を物理的に歩き回るでゴールを探すという探索方法とは随分戦略が異なります。というわけで、早速幅優先探索の実演をこの迷路を使ってやってみようと思います。アルゴリズムはまずスタート地点から0歩で行ける頂点、すなわち視点そのものですね。それにまず0という数字のラベルをつけます。その0は視点から0歩で行ける頂点であるという意味でのラベルの0です。次にスタート地点からちょうど一歩で行ける頂点のうち、まだ数字のラベルを割り当てていない、つまりハテナマークのついているすべての頂点に1というラベルをつけます。視点からちょうど一歩で行ける頂点というのは、先ほども付け終わった0のラベルの頂点に隣接する頂点ということですから、この場合は、ここで黄色く図示している2つの頂点に1という値を入れます。以後同様に、1に隣接するすべてのハテナマークの頂点に2をつけて、2に隣接するすべてのハテナマークの頂点に3をつけて、3に隣接するすべてのハテナマークの頂点に4をつけるという要領で続けていきます。4に隣接するすべてのハテナマークの頂点に5をつけて、5に隣接するすべてのマークの頂点に6をつけて、6に隣接するすべてのハテナマークの頂点に7をつけて、7に隣接するすべてのハテナマークの頂点に8をつけて、8に隣接するすべてのハテナマークの頂点に9をつけて、9に隣接するすべてのハテナマークの頂点に10をつけます。するとですね、この10をつけた頂点の中に迷路のゴールが見つかりました。これで迷路からは脱出できたということになります。この時、ゴールにつけられた値は、迷路の脱出に要する最小の歩数が10歩であるということを意味しているわけです。だから、最短の脱出経路の長さというのが自動的にもう求まったわけですね。で、最短距離の値だけではなくて、具体的な最短の脱出経路を求めたいということも当然あるわけです。が、それはどうやって求めるかというと、ゴールから遡って1987654321と数字が一つ一つ減る順番に遡って辿るだけで最短の脱出経路を得ることができます。それはなぜかというと、幅優先探索では、ハテナマークの頂点に一旦数字のラベルをつけたら、その後に別の数字のラベルで上書きするということはありません。つまり、幅優先探索のヒストリーを表す有効グラフを描くと、その中で2つ以上の探索の道筋が合流するということは絶対にないわけです。探索の道筋が決して合流せず枝分かれするだけなんですね。だから、幅優先探索のヒストリーを表す有効グラフは、ご覧のようにスタート地点を根とする根付儀になります。そうすると前に述べた通り、根付儀においては、根から各頂点に対しては、ちょうど1本の有効パスが存在するわけでしたから、幅優先探索のヒストリーを描いた根付儀の中では、視点からゴールの頂点に至る有効パスというのは、この数字が順番に増えていく0123456789110というこの数字が1個ずつ増えていくパスしかないはずなんですね。だから
逆にゴールから順に1987654321というふうに数字を1個ずつ減らすパスを見つけることで、もともと来た道を必ず復元することができるわけです。さて今日はグラフの探索とは何かをそもそも理解してもらうために、こうやって幅優先探索を使った迷路の解き方という、応用例から先に述べました。ただ、通常の幅優先探索アルゴリズムというのは、この迷路の、例のように、ゴールが、見つかったからといって、ハテナマークの頂点を残したままグラフの探索を中断するわけではなくて、最後までやりきる。ご覧のようにグラフの頂点すべてを訪問し尽くすまで、グラフ全体の探索を最後までやり遂げるというものです。やっていることは迷路の開放と同じなんですけれども、一般のグラフですと迷路と違って特にゴールの頂点というものがないので、ハテナマークの頂点がなくなるまで各頂点に最短経路の長さのラベルをつけるという作業を続けることになります。探索のヒストリーを表すグラフが熱機器になるということを思い出すと、最終的にはご覧のように全ての頂点を網羅する木、すなわち全域木が形成されることになります。探索の道筋が合流するというのを回避しながら探索するので、例えば13の頂点は2つありますけれども、13から14につながるアークは1本しかないということに注意してください。2つとも選んでしまって勝ち合ってしまうと、最終的に木にはなりませんので、片方だけが選ばれています。で、こうやってできるこの幅優先探索の結果生まれるこの全域機のことを幅優先探索儀、あるいは BFS ツリーというふうに言います。幅優先探索を使ったグラフの探索は教科書の例題や演習問題でぜひ各自で練習してください。また第0回の動画で紹介したアルゴリズム図鑑というアプリでは、幅優先探索を使っていろんな迷路を解くアニメーションが無料でたくさん見られますので、そちらも参照してぜひ迷路を最短で脱出できるようになってください。